皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。1年の始まりといえば初日の出。初日の出といえば初日の出ドライブです。今回は初日の出ドライブにふさわしい1台をご用意。それが330セドリック。早速330セドリックの知識を深めるべくいろいろと調べていきましょう。日産セドリックは1960年の初代販売開始から10代目販売終了の2004年まで製造された日産が誇る高級セグメントカーです。今回のキットは1975年から1979年まで製造販売された330型の4代目となります。先代の230型のすっきりとしたボディラインとは裏腹に330型はグラマラスで複雑なボディラインに、デザインのキーコンセプトはアメリカンスタイルとし展開され、前後には大型のバンパーとメッキ装備がふんだんに使用され、シートはルーズクッションシートと呼ばれるふかふかで、まるで高級ソファに座っているよう。日産の高級車としてスタイルを確立した1台と言っても過言ではありません。ボディは4ドアセダン、4ドアハードトップ、2ドアハードトップ、バンの4種。発売時のグレードはスタンダード、デラックス、カスタムデラックス、GL、SGL、プロアームで、エンジンは直6、直4、ディーゼルの3種類が用意され、排気量は 2000cc から 2800cc まで幅広く展開。自家用車をはじめ、タクシー、ハイヤー、パトカー、教習車としても大活躍した車です。早速まずは仮組みから。今回のキットは青島から販売されているキットで、このキットのようにグラチャンシリーズとノーマルで組み上げることができるザ・モデルカーシリーズ、グラチャンシリーズよりもっと極悪なワークスシリーズなどが何十年にもわたり販売展開されているベストセラーキット。現在でも入手することができるキットです。早速箱を開け各パーツを確認していくと、グラマラスなボディにスプリングを使用した足回り、倒すことができるシートに特徴的なフロントマスクなど、昔何度も作った記憶が蘇ってきます。足回りから仮組みをしていきますが、フロントサスペンションはスプリング方式ではなくスペーサーで車高を調整するパターン。リアはスプリングを使いますが、スペーサーも併用するパターンとなっています。車高の調整は簡単にできそう。インテリアの組み付けもスムーズにできました。ウィンドウは一枚物で、ボディにはめ込んだ際、歪みのせいか隙間ができてしまうので、この時点で2分割し調整しておきます。ボディとシャシーの合体は非常にシビアなので、ここは要調整。ボディをはじめ各パーツは長年製造してきた金型がお疲れモードのようで、バリやパーティングラインががっつりありますので、ここも丁寧に調整していくとします。組み付け後のシルエットは堂々としたもので、これぞ高級車と言えるもの。いかつい見た目をしっかり生かし、お正月仕様で製作していきたいと思います。まずは筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、刃は 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm の刃は全体的な使用、0.2mm の刃はドアやボンネットなどの開閉部分に使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、シャープさが欠けてしまうので、しっかり丁寧に彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれ3から5往復を目安に
なおかつボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は他の部分との差を明確につけるため 0.2mm の超高ブレードを使い太めのラインにし、リアルさを意識しながら丁寧に彫っていきます。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。続いてボディの調整加工です。画像の通りバリがひどい状態ですので、この辺りから調整していきます。まずはフロント、リアのライト周りを調整。バリがバリバリ付着していますので、実写写真と比べつつペーパーヤスリで削り取っていきます。実写のフォルムやモールドを崩さないように慎重に進めていきます。続いてはボディ下側とウィンドウ周り。こちらもバリで水平が取れていなかったり、歪みが生じていたり、一部太すぎたりするので、ペーパーヤスリとダイソーのダイヤモンドヤスリで削り調整。次にキーシリンダー部分ですが、ここは配給パーツのマイナスモールドを取り付けるので、両ドアにステアリングコラム、給油口にリアパネルに対し 0.8mm のピンバイスで穴を開けていきます。そしてフェンダーミラーですが、こちらはこのままですと取り付けが不安定ですので、真鍮線で支柱を新設するべく、ボディ側とミラー側に対し 0.8mm のピンバイスで穴を開けておきます。最後にヘッドライト取り付け部ですが、こちらは 3D でリフレクターを作り取り付けますので、切り取りスムーズに取り付けられるようにしておきます。全体的に番手を上げつつ1500番までのペーパーヤスリで整え調整完了です。次にこの部分、フェンダーアーチモールの追加加工です。せっかく高級車を作るならよりゴージャスにしておきたいところという思いがあり、追加加工を決めました。使用する素材はエバーグリーンのプラ素材平棒で、タミヤの瞬間接着剤を使いフェンダーアーチに取り付けていきます。まずは端っこを接着し位置を調整。接着剤を爪楊枝で少しずつ塗布しながら取り付けていきました。はみ出た部分はデザインナイフでカットし完了です。接着剤に関してですが、タミヤの速乾流し込み接着剤ですとプラ素材が割れてしまうので、瞬間接着剤を使用しています。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのサーフェイサーエボを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェイサーを拭いて、本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。
いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の表面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、表面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は、焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます。サーフェーサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて、綺麗な表面になったことを確認し、次の作業に移っていきますが、今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。